今日はですね、昨日行われた東京都議会議員選挙、投開票日でしたけれども、そちらについて解説したいと思います。主に石丸新党をですね、惨敗したという、この結果自体に関してはですね、もう1週間ぐらい前に調査結果出てるんですけど、大体その調査結果と同じような内容で1議席も取れないという、そういった本当に悲惨な結果となってしまって、むしろ参政党が3議席も取っちゃったっていうのは逆に驚きなんですけど、まずいろいろね、もう石丸新党が失敗してしまったというのはですね、すごく、あるんですけれども、それにしてもね、失敗しすぎだよねっていうことで、まずですね、再生の道っていう党名が良くないよねっていう。石丸新党もしくは石丸新次新党にしないと、まず再生の道ってなんだよっていう、ちゃんと意識高い系の人はね、それぐらい知ってるけど、普通のおじさんおばさん知らないからね。石丸伸二だったら知ってるけど、彼出てないしね、しかも。自分で選挙出てない上に、党首だけやって、再生の道ってわけわかんない透明にしてるっていうのは、まず失敗ですと。で、もう一つの失敗っていうのは、これ、抽選局なんですよね。いわゆる、今ね、国政だと、あれですけど、抽選局っていうのは、参議院の、例えば東京選挙区とか、そんな感じになってるんですけれども、衆議院だとね、小選挙区制になっちゃってるから、なかなかピンとこないかもしれないんですけれども、一つの選挙区で複数人通る。もちろん一人区もあるんですけれども、複数人が一つの選挙区で争うということで、やっぱりその自民党とか公明党とか、立憲民主党とか、既成政党が強いんですよね。今回は都民ファーストの会が1位に躍進しましたけど、やっぱり参戦してる知事の、与党にみんな入りたいよね。その方が政策通りやすいだろうし、みんなからもチヤホヤされるというか、そういったところがあると。あとやっぱり自民党でも公明党でも立憲民主でもですね、都民ファーストの会でもみんなやはり地元で活動してる人たちが多いんですよね。だからずっと現職はもちろんそうだし、新人でもですね、やっぱり辻立ちをしたりとか駅前で挨拶してったりとかで、それなりに知名度あるんですよね。いっぱい候補者立てるから、ある特定の候補がバンとメディアに出ることもないし、例えば知事選だったら、知事選に出てる人たちの有力候補を一応調べたりとかするんだろうけど、なかなかね、抽選局でしかも都議会議員選挙とかだと、あんまり調べてもしょうがないかなみたいな感じにもなっちゃって、注目度も低いと。なので、ネットの力があんまり活かせないんですよね。で、今回石丸さんね、再生の道でオーディションやったでしょ。全員落下3候補みたいな感じなんですよね。だから、ただでさえ落下3候補って選挙きついのに、僕みたいに知名度がある候補だったらいいですけど、正直再生の道に立候補した候補って誰一人として知らないよね。有名人全然いないよねっていう。だから一人でも二人でも有名人入れれば勝ったかもしれない。議席が取れたかもしれないですけど、さすがに0議席だとね、かっこ悪すぎだよね。もう石丸さん勢い落ちたなとかってみんな思ってるんじゃないでしょうか。だからあれは石丸さん個人はあれだけ検討した。これは石丸現象って本当に起きたんだと思うんですけど、それは数少ない選択肢の中から石丸さんが、なんていうのかな。アンチ小池百合子、知事に対しての受け皿になったっていうところはあるんですけど、都議選の場合はそれはないよね。っていうお話なんですよね。なので、全員落下3候補で抽選局で、しかも名前がよくわかんない石丸さんと全く関係ない名前になってるっていうのが、石丸新党惨敗の大きな要因なんじゃないかなと思います。だから、参議院選挙もね、名前石丸新党に変えて、石丸さんが立候補すれば議席取れるかもしれないですけど、それでも東京選挙区って結構激戦区なんで、必ず共産党の議席はあるんですよね、とかっていうことも面白い現象だったなっていうのと、今回都議会議員選挙ね、令和新選組が全然議席を獲得できなかったの、これは結構サプライズ。その代わり参政党が議席3つも取っちゃったっていうのは、これは恐ろしい現象ですね。参政党支持者っていうのが増えてきている感じはします。オーガニック信者だったり、排外主義者だったり、そういった形の人たちの受け皿になっていて、でも3議席っていうのはある程度これ減少化してるんで、参議院議員選挙でもそれなりの勢いが残るんではないかなと思います。国民民主党もそれなりに議席を獲得したんで、支持は下がったとはいえですね、まだ勢いはあるのかなっていう、そういう感じでございました。自民党参議院議員選挙大丈夫かっていうのは、ちょっとね、心配なところではあるということでございます。ということで、今日は石丸新党惨敗の要因について分析しました。いってらっしゃい。